今は現時点11時44分3月29日です。はい、皆さんこちらの相場は、はい、ニューヨーク原油のことですよ。Oil sinks almost 10%。特に月曜日は9% も下がっていました、一時的に。で、今また100ドルを下抜けるのではないかという観測が広がっています。はい。今のニューヨークの原油の動きを皆さんチャートで一緒に見ていきましょう。今のニューヨーク原油の価格は先物リミットで 104.73 でございます。で、皆さん昨日の動きがかなりと動きが大きかったですね。ニューヨーク原油の先物価格が一時昨日は上から下まででそうですね 8.6% ぐらい程度と大きくと下落しています。はい。約ここそうですね 9% ぐらい程度です。10% 近くここが大幅に下落しているっていうヘッドラインが出ていました。で、これなんでそんなでかい下落なのか、昨日も少しお話ししてましたけど、まずは、中国の方で、ここから需要が、少なくなるのではないか。なぜかというと、中国の上海で今、ロックダウンが、昨日から開始されたんですね。で、中国の上海というのは、特に原油の取引の、現物取引の大きな、取引所相場、シッピングポーターですね。はい。なので、そちらの方がロックダウンされたということを、これから中国が原油を買う圧力が少し下がるのではないかというような観測が今広まっています。それプラス、Meantime, the EU Council Summit last week failed to agree on additional sanctions against Russia despite President Biden's pressure. ここはバイデン大統領のプレッシャーがあったんですけど、それでもヨーロッパの方ではロシアに対して追加の制裁に対しては、合意できなかったというニュースも出ています。プラスこれはウクライナとロシアの情勢は今和平に対して協議をし始めているということを見ると、制裁も少し今はだんだんと安定してきた。もしかして和平が出るかもしれません。プラス中国から今需要が、少し下がっているところ。この3つの、要因が今原油が大きく下落していることに、つながっているかなと思います。で、今の原油のそうですねチャートパターンとポジションを一緒に見ていきましょう。こちらの方が北海原油ですね。北海原油の顧客センティメントは、今、CFT 相場では 63%、ほとんど直近、日間、週間、月間、全部もう買いばかりですね。はい。で、ニューヨーク原油の方も一緒に見ていきましょう。こちらの方も 55% の買いで、直近日間がもうちょっと売りが出ています。そうですね。チャートも見てみると、これはまた新しい下落トレンドにもなったかもしれないです。北海原油の方も同じくここは下がり始めたばかりです。面白く天然ガスが逆に動いていてすごく素晴らしいチャートで動いているかなと思いますね。はい。皆さんこれからの原油の動きは特に、下がると、ここはエネルギー株も下がるだけではなく航空株も上がる、こともあるのでそちらの影響も皆さん忘れないでください。今のニューヨーク原油はこれからもしかして100ドルを下抜ける可能性もあるかなと思います。はい。皆さんここからですねコモディティの動きはまだ多分、I think volatility は高くなると思うけど、特に原油が下がるっていうのは、大体は経済にはいいことで、大体は航空株だけではなく、いろんな株価にとっては上がりやすい傾向。しかし日本にとってはすごくいいこと。日本はやっぱり原油の買い主なので、売り主ではないので、ここはやっぱり歓迎するニュースかなと思うので、ニューヨーク原油が下がってるけど、ここは皆さんいい兆候として受け止めるのが良いかなと思います。